仏教とは何ですか？仏教とは、ブッダに着せられる哲学であり、苦しみや繰り返しの誕生を取り除くための認識と洞察力を得ることを目的としています。これらの用語の意味については、本書全体で説明します。1. 仏教とは苦しみや繰り返しの誕生から解放されるまで、一連の苦行と静寂な瞑想を実践し、一部の仏教宗派に従って一連の儀式を行う場合もあります。実際、仏教は宗教、特にヒンズー教の残骸と、人間の認識や合理的で直感的な哲学のグループが混ざり合った哲学です。この本のページ全体を通して、私たちは神が望んでいるこれらすべての事柄を紹介し、その問題点を説明します。痛みとは何ですか？なぜブッダはの苦しみの解決策を見つける必要があると感じたのでしょうか？答えは単純です。釈迦はヒンドゥー教の下で生まれ、生き、育てられたのです。ヒンドゥー教によれば、存在の目的は苦しみを取り除くことです。ヒンドゥー教におけるこの痛みは何ですか？ヒンドゥー教における痛みは、出産を繰り返すことによって引き起こされます。人は死ぬと別の存在に生まれ変わり、仕事に応じて別の存在に移ります。善行を行った者は上位の階級に移り、悪行を行った者は下位の階級に移り、動物の姿になることもあります。ヒンズー教の人は、繰り返しの誕生を通じて上昇し続けるために、ヒンズー教を実践し、禁欲と欲望から距離を置く必要があります。そうすることで、彼は少しずつ上昇する長い一連の誕生の後、神との結合に入ることによって繰り返しの誕生から逃れます。絶対。ここでは、無数の精神的、科学的、論理的問題が生じますが、これについてはオーディオブック、イスラム批判の下での仏教で取り上げます。ブッダは悟りを達成した後、私たちが言ったように、ゴータマ・シッダールタから目覚めた人を意味するブッダに変身しました。ブッダは、悟りと覚醒の点で最も偉大なブッダであると考えられています。私たちが最も偉大なブッダというのは、この本で見るように、仏教によれば多くのブッダが存在するからです。ブッダはまた、シャリア法の車輪を動かす点で最も偉大なブッダであると考えられており、シャリア法の車輪を動かすということは、仏教への呼びかけを広めるジハードを意味します。表面的には、ブッダの教義は、殺人、危害、不正行為、わいせつな言論の防止など、いくつかの美しい価値観と高尚な意味を持つ道徳哲学に過ぎませんが、これらの価値観はあらゆる法律と宗教に共有されており、しかし現実には、これについてもすぐに説明するように、ブッダの哲学はこれらの価値観を腐敗させ、その意味を破壊しました。今日、仏教は世界の主要な宗教の一つです。それは世界で4番目に広く普及し、支持されている宗教です。仏教は現在、中国、日本、カンボジア、タイ、ビルマ、ブータン、スリランカ、ラオス、モンゴル、台湾などの国々に広まっています。今日地球上の仏教徒の大多数は大乗仏教を信奉していますが、少数の仏教徒は上座部仏教を信奉しています。仏教は、今日、西側に力を持ってやってくる無神論者の宗教であると考えられます。それは、信仰や信念の区別という重荷を負うことなく、人々が共存する何らかの価値的意味を達成する道徳哲学であるため、世俗的な好みに最も近い普遍主義の哲学を表しています。したがって、今日すでに西洋の無神論者の間で広がり始めています。したがって、この宗教を調査することが重要です。最初の問題、これはテルトゥリアヌスの意義として知られており、次のように述べています。繰り返し出産が真実であるなら、なぜ乳児は大人と同じ精神能力を持って生まれないのでしょうか。2番目の問題、出生頻度が正しい場合、生物は出生周期で相互に伝達されるため、生物の数は一定であると想定され、生物の数が一定であるとは誰にも言えないでしょう。今日は合理的な人。第3の問題、なぜ自分がいた前世、つまり前世を覚えている人が誰もいないのでしょうか。第4の問題、繰り返しの誕生の哲学は、犯罪や不服従を犯すことへの無関心につながります。実際、人は次の誕生で必然的に救われるため、繰り返し誕生することは犯罪の実行を正当化します。入っています。仏教の実践は、禁欲的であれ、瞑想的であれ、直感的であれ、最終的には次のことを目的としています。これは仏教の枠組みの中で、次のような多くの問題を引き起こします。1、釈迦は繰り返す誕生という概念をどのように定義しましたか。
2、そもそも繰り返し出産は、のようにして起こるのでしょうか。3、この世界を管理し、破壊し、再構築するのは誰ですか。仏教によれば、世界は崩壊し、無限のサイクルで再び構築されますか。4では、出産を繰り返すこと自体が拷問であるなどと誰が言ったのでしょうか。5-5番目の問題は、ヒンズー教の体内から生まれた仏教が、存在を苦しみや痛みとみなしているということであり、これは間違っています。ヒンズー教の体内から生まれた仏教は存在を苦しみや痛みとして捉えていますが、それは間違っています。これは心理的な治療が必要な悲観的な見方です。仏教における存在の目的は存在を取り除くことであり、これは究極の悲観主義です。したがって、ショーペンハウアーやニーチェなど、世界の悲観主義の哲学者たちは、仏教の著作を読むことに悲観主義の源泉を持っていました。この悲観的な見方は、違いなく間違った見方です。なぜなら、この世には多くの善と無数の祝福があり、苦しみや痛みは、たとえ存在するとしても、ほんの少量の知恵であり、より大きな善であり、善、悪、苦しみはすべて自分の中に存在するからです。神の割り当てと神の知恵の枠組み。イスラム教の苦しみに対する見方は、苦しみは義務であり、試練であるというものです。そして我は試練として悪と善であなたを試し、あなたは我に返されるであろう。35スーラとあるアンビア。存在の統一には、2つのタイプがあります。最初のタイプは、ヒンズー教に見られます。そこでは神は、被造物の中に住んでいます。ここには神がいて被造物もいますが、神は被造物の中に住んでいます。2番目のタイプの半神論は、仏教のものであり、仏教では次のように信じられているため、極端な半神論を表します。創造者と被造物の間に区別はない。なぜなら被造物こそが創造するものであり、それは単なる創造物に他ならないからです。唯一絶対的な物質世界。このタイプの半神論は、無神論者の世界観です。仏教は、無神論と同様に、世界、または少なくとも世界の起源は永遠に存在し、世界に他ならず、この世界こそが創造し、形作り、法令を定め、至福を与え、その中で生命と法則は一連の反応の形で進行するが、それ以上のものではない。1、物質世界に過ぎないのなら、絶対者との一体化を目指す涅槃という仏教の教えを実践する意味は何でしょうか。二偶像や石を崇拝するすべての宗教が絶対者を崇拝しているように、存在の統一について語るには、真理の相対性を語ることが求められました。なぜなら、彼らの認識における絶対者はすべて物質的なものであり、それは物質世界に他ならないからです。四半神論の哲学では、次のように述べられています。この哲学は最も重要な質問に答えていません。そもそも半神論の哲学をいたのは誰ですか。その証拠は何ですか。では、誰が瞑想を通じて透視能力を達成したり、存在の目的を知ること、ブッダにも起こったことの法則を定式化したのでしょうか。半神論が直面する疑問により、仏教全体は実存に関する偉大な疑問の意味を冷静に合理化する前に崩壊しやすくなります。この教義を取り巻く多くの疑問とさらなる問題は、預言者の宗教、理性、現代科学と矛盾しています。ヒンドゥー教と仏教では人間は4つの階級に分けられます。1、バラモン、教師と司祭。2、クシャトリア、戦士と王。3、エールフェーシーヤー、農民と商人。4、シュードラ、労働者。最下層の階級は、清掃やサービスなど、彼らの観点からすると不浄な仕事に従事する追放されたシュードラです。各人の階級によって、仕事、衣服、食べ物の種類が決まります。結婚は一つの階級の枠内で行われる。人は死ぬまで、生まれた階級に所属することを宣告されている。この誤った歪んだ認識は、人生のすべてを台無しにするものであり、この認識により、追放者を助けることは、ヒンドゥー教の思想における懲罰の原則に対する一種の軽視であると考えることができます。これは、後進性、不正義、階級の一種の和解です。イスラム教における人の価値は、階級、容姿、健康状態、経済水準ではなく、むしろその人が主に捧げる善行と経験差の量に基づいています。イスラム教はすべての人の進歩を求め、血統、アカウント、階級を無視することを求めています。全能の神は、クルアーンの中でこう述べています。お互いのことを知っているかもしれません。確かに、あなた方のうちで最も寛大な人は、神の同胞があなた方のうちで最も敬虔です。本当に、神は全知全能です。13スーラ・アルフジュラと、神の使者よ、神が彼を祝福し、平安を与えてくださいますように、こう言いました。
経験差による場合を除いては、アラブ人に対するアラブ人、黒人に対する赤人、赤人に対する黒人ではありません。したがって、イスラム教におけるこのイメージを見て、仏教徒やヒンズー教徒が見る貧しい人々や弱い人々のイメージと比較してください。ブッダが提示した仏教は、目に見えないものをほとんど無視し、神や神聖なものについての話を無視していますが、仏教の基礎はすべて目に見えない基盤です。繰り返しの誕生は目に見えない問題であり、新しい誕生に対する以前の行為の影響は目に見えない問題であり、洞察力です。ブッダに起こった悟りは目に見えない問題であり、悟りの瞬間に訪れた心を信頼するのは、ブッダにとって形而上学的問題であり、死後涅槃に行くことは形而上学的な問題です。これらはすべて目に見えない事柄であり、それによってブッダは亡くなりました。仏教の哲学は、無神論に最も近い極端な反神論への信仰と、同時に天上のブッダと絶対者との結合への信仰を組み合わせており、この点で精神的な無神論に近いものとなります。創造主に執着するのではなく、同時に目に見えないものを信じており、この点が仏教の認識と重なるため、仏教は宗教、つまり霊的無神論と呼ぶのに近いものとなっています。仏教の瞑想法は、ひいてはヒンズー教から借用したもので、完全な静寂のセッションで構成されていますが、それはイスラムの意味での瞑想ではなく、つまり、神の創造物や神の知恵を熟考することではなく、また、神の驚異的な性質を熟考することでもありません。創造と神の祝福の報酬。しかし、仏教徒によれば、瞑想とは死の静寂のような、ある種の完全な静けさであり、そこでは心が思考から沈黙されます。ヒンズー教徒や仏教徒の中には、これらのセッションで知識を獲得したと信じている人もいますが、彼らに起こったことは、食事を取らないことと完全な静止状態が組み合わさった脳内イオンの不均衡から生じる幻覚に過ぎません。実際、食べ物や飲み物は、時間の経過とともに、次のような理由で脳のイオンの不均衡を引き起こします。血糖値が低下し、エンドルフィンの制御不能な分泌が引き起こされ、本物の幻覚が起こり始めます。ブッダは、父の宮殿を離れる決心をしてから亡くなるまで、他のヒンドゥー教の忍者と同じように物乞いの生活を送っていました。毎朝、手に持ったボールを回して、そのボールに自転車からの食べ物を入れました。残りの一日は廃墟の中で瞑想と心を沈黙させる儀式に費やす。これがブッダが亡くなるまでの生涯でした。私たちがこの世に来たのは、一枚の悪い布を着て、死が来るまでこの世から身を引くためだと誰が言ったでしょうか。ここでの問題は、仏教徒が人々から孤立し、都市化から遠く離れた山の上や場所に定住するということは何を意味するのでしょうか。このすべてから人々はどのような利益を得られるのでしょうか。欲望という生涯は、この燃えるような仏教の瞑想や息苦しい苦行をしなくても簡単に克服できます。単に善行を行い、人々と交わり、彼らの危害に耐え、善行で人々を助け、神に従順し、神のためにお金を使うだけで十分です。全能の神は、赤羽獣に奴隷13を解放するか、必要な日に食料を与える、14、近親者の孤児、15または苦境にある貧しい人16と述べた。その時、それは信じて互いに忍耐を命じ、互いに慈悲を命じた人々のものでした。17彼らは右手、18位の仲間です。スーラ・アルバラドです。コーランでは欲望からの逃避の存在が強いが、権利を失うことなく社会を築き、家族を築くのにふさわしい存在である。イスラム教の祝福を神に賛美あれ。仏教、特に大乗仏教は、人間が速やかに救いを得ることができるように、多くの象徴、動き、儀式、実践を導入しました。そして、仏教の哲学に従って生命全体が創造されました。エネルギーヒーリングスクールが登場しました。そして、宝石を使ったトリートメント。そしてカラーセラピー。そして幾何学模様を使ったトリートメント。驚くべきことは、仏教哲学におけるエネルギー療法には、扱われるこのエネルギーについて、物理的な定義が全くないということです。それは、電磁エネルギーでも、重力エネルギーでも、物理学における他のエネルギー概念でもありません。それは、仏教徒のための宗教用語です。テストまたはテストできる物質的な科学的なものの説明ではなく、それを食べたり扱ったりすることです。宇宙エネルギーは、自科学に分類されている。実験科学には、引き寄せの法則と呼ばれるこのバカバカしいものは存在しません。疑似科学を暴くことを専門とする研究者、マイケル・シャーマーが、
この不条理を嘆く長い論文を雑誌、サイエンティフィックアメリカンに書いただけで十分です。引き寄せの法則を提唱し、その提唱者たちを深く悼みます。もっと理解してください。クレイジーな人のために。従って、人が何かを引きつけることができると仮定するのは誤った仮定です。人体には何かを引きつけることができるほどの質量は全くないからです。さらに驚くべきことは、人の全体の電荷は中性であるため、何も引き寄せたり反発したりしないことです。つまり、引き寄せの法則と呼ばれるインチキは、純粋な科学的な嘘であり、最高レベルのナンセンスです。科学雑誌、ライフサイエンスは、引き寄せの法則を大衆文化に広く普及している疑似科学の一つとして分類しました。18、仏教における人間の身体の形は何ですか？仏教徒は今でも、人体は地、水、空気、火の4つの要素で構成されていると信じています。奇妙なことに、タイのワットポー仏教寺院などの仏教寺院は、今日に至るまでこれら4つの要素を制御するためにマッサージを行っています。また、仏教の奇妙な幻想の中には、人体のエネルギーセンターとパワーの源がおよその近くにあると想像していることもあります。試合の始まり。そうすることで、彼らは現代の解剖学をすべて無視しています。その後ろとその側面にあるのは腸だけであり、身体には力の中枢と呼ばれるものは何もありません。強さとはエネルギー消費率に関連する筋肉の活動に過ぎません。そして筋肉の強さと活動。はい。ヨガの起源は異教の仏教とヒンズー教の瞑想を応用したものです。ヨガが健康に有益であると主張する人は誰でも間違っています。なぜなら、ヨガを行う方法のほとんどは健康上欠陥があり、無気力や混迷を引き起こすからです。長期間それに慣れてしまうと、混乱、見当識障害、場所や時間の感覚の喪失につながり、これにより記憶力が低下し、アルツハイマー病が加速します。ヨガは単なるスポーツではなく哲学です。オックスフォード辞典に記載されているように、この哲学は仏教徒や道教信者の間での宇宙エネルギーの概念と完全に関連しています。科学機関は長年の研究を通じてヨガを精査し、ヨガから利益を得ようと努めてきましたが、その結果、ヨガにはスポーツとしての重要性はないとの結論に達し、ユネスコによると、最近、2016年12月1日、ヨガは東アジアの人気遺産に分類されました。ヒンズー教や仏教の異教の儀式を行う人の中には、熱い石炭の上を歩いたり、血を流さずに体に槍を差し込んだりするなど、奇妙なことをする人もいますが、これについては次の2つの理由のいずれかが原因である可能性があります。まず、トリックやトリックの一種で、テレビ番組のトリックプレゼンターと同じくらい世界的に有名です。2番目の問題は、これらの中で最も危険な人々、つまり黒魔術を実践するチベット仏教徒や浄土仏教徒などの真の魔術師に当てはまります。チベット仏教徒と浄土仏教徒は、呪術の実践者として最も有名であり、呪術を多くの性的実践や文字や音の表示と混ぜ合わせて行い、これらが繰り返しの出産を迅速に取り除く方法であると主張しています。アメリカのセンターの一つは、仏教徒の霊的進歩の理解と症状と副作用への対処と題する研究論文を発表した。この論文で議論されている症状は、あらゆる点で悪魔付きと同じでした。マクロビオティックとは、日本の仏教の一派である禅宗と道教を融合させた哲学です。マクロビオティック哲学の目標は、陰と陽、つまりネガティブとポジティブのバランスを達成することです。陰と陽はすべて科学、法律、理性とは関係のない想像上の用語です。禅仏教によれば、普通の人は、陰と陽のバランスを取る食べ物を食べたり、瞑想したり、ゆっくりとした呼吸をしたりして、陰と陽のバランスを取らなければなりません。マクロビオティックでは、治療効果があると主張するお守り、この哲学に特有の色、宝石で家を満たさなければなりません。マクロビオティックを信じている家には、お守り、魔除け、偶像がたくさんあるでしょう。マクロビオティックの主題は、仏教や道教に由来する異教やお守りの山です。電子機器大手アップル社の元取締役スティーブ・ジョブズ氏は仏教に改宗し、膵臓がんを患った際、瞑想、エネルギー療法、マクロビオティックなど仏教の実践を応用することを決意した。
スティーブ・ジョブズは自分の病気のために予定されていた外科手術を受けることを拒否し、代わりに飲用をコントロールするためにマクロビオティックの食事を実践し始めましたが、驚くべきことは、医師たちも驚くほど驚くべき方法で病気が彼の体内に広がったことでした。彼らの中には、マクロビオティックが癌の蔓延を引き起こしていると考えるよう求める人もいた。スティーブ・ジョブズの癌は、進行が遅い癌として分類されていましたが、マクロビオティックの食事法や影と陽の制御、そしてこれらすべての神話の適用により、彼の体はこれらの実践の残酷さによって萎縮し始め、癌は非常に広がりました。そして彼は数ヶ月以内に亡くなりました。スティーブ・ジョブズは、これらの観光の失敗と不誠実の明らかな例でした。悪と苦痛の誘惑は、仏教におけるほぼ最大の問題です。仏教の哲学は、人間は悪を取り除くまで廃墟の中で生き続けるという事実に基づいています。仏教は、繰り返し生まれるのは人間が犯した悪のせいであると考えています。前世、これは全くの間違いであり、私たちが任命されたというだけの理由で、この世に悪が存在するのです。なぜなら私たちは実験的な世界にいるからです。私たちの主、栄光あれ、こう言われました。そして、私たちは試練として悪と善であなたを試みます。35スーラとあるアンビア。善悪があるのはあなたが割り当てられているからであり、割り当てこそがあなたの存在の目的なのです。私たちに責任がある限り、誘惑、災難、罪が存在するのは当然であり、私たちが悪を吸収するのは自然です。仏教徒が信奉する仏教。あなたは実存的な質問に対する答えを何一つ持っていません。あなたは、次のような宇宙の主要な問題について、単一の説明を知りません。生命体の源は何でしょうか？世界はどこから来たのですか？涅槃の源は何ですか？ニルバーナはどのようにして形成されたのでしょうか？ニルバーナを結成したのは誰ですか？繰り返される出産の法則を定めたのは誰ですか？では、ブッダが瞑想と苦行を通して繰り返し生まれることをなくすよう私たちに指示したのが正しかったと、どうやってわかるのでしょうか？仏教徒は未来のブッダについてどのようにして知ったのでしょうか？ブッダはどのようにして自分が涅槃に至ることを知ったのでしょうか？このすべての知識は、どのような権威から得られているのでしょうか？やっている、やっていないという感覚は、あなたがすでに実験室であり、怠慢ではないのであなたの中に存在します。あなたは価値のないものではありません。全能の神はこう言われました。確かに、私たちは彼を感謝しているか恩知らずであるかに関わらず、その道に導いています。スリースーラールインさん。全能の神はこう言われました。そして私は私を崇拝するため以外に人と人類を創造したのではありません。56スーラとアルダリアット。試練が死で終わった後、私たちは神のもとに帰ります。そしてあなたは神のところに戻されるでしょう。22スーラヤシン。そして確かにあなたの主が最終目的地です。42スーラアルナジム。本当にあなたの主への帰還です。スラとアルアラク。そして確かに彼の努力は見られるでしょう。40。そして神は最大限の報酬で彼に報いてくれるでしょう。41スーラアルナジム。だから原子ほどの善を行った者はそれを見ることになる。セブンシ。原子ほどの悪を行った者はそれを見ることになる。スーラとアルザルザラ。イスラム教は全能の神への降伏、服従です。全能の神はこう言われました。そして、神に顔を従わせ、善を行うものであり、アブラハムの宗教に従い、正しく、神はアブラハムを友人として受け入れた人よりも宗教において優れている人がいるでしょうか。125スーラ女性。彼が顔を神に明け渡した意味は、つまり、彼は神に身を委ね、神に服従し、意図高き方に栄光あれ、そして私たちの主を性別したことであり、これは宗教における最高の人々である。そして全能の神はこう言われた。だから、あなたの神は唯一の神である。あなたは神に服従し、隠れている者たちに良い知らせを与えるのだ。34スーラアルハッジ。彼らは神に服従したという意味は、彼らが神の支配に服従したことを意味します。これらの聖句は、イスラームの意味が全能の神への絶対的な服従、神への服従、神に栄光あれ、満足と受け入れをもって神の法と方法に従うことであり、これがイスラームの本質であり真実であることを示しています。